もうここ全然ついていけない。SS4 列目からどこなんかな。マントとかがなびくんですよ。そうすると香るんですよ。マスター復刻してほしいなと。なんぼでもお金出すんで。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。じゃあ奈良さんの話いきますか。何しようってすごい思って、でも、まあ、宝塚のことかなってもうストレートに思いまして、まあ、この間悪魔城ドラキュラを見に行きまして、見ましたか。はい、ちょっと今回は1回きりで、まあ、正直そんなゲームも遊んだことなくて古い作品だったんでそんな期待はしてなかったんですね、まあ、コスチュームものだろうって思って、で座席も一切確認せずに入場したんですけど、SS4 列目ってちょっと待って、どうやって入手してんの？これもう言えないことは言えないことはこうだけどもうここ全然ついていけない。SS4 列目からどこなんかな。SS4 列目なんて普通手に入るチケットじゃないよ、それは。私結構 SS 当たってて、当たるってどういうこと？どういうかすごいマジな目で見られて、そのチケットはどうしたの？なんか友会です。友会で当たる？友会っていうのはまず宝塚大劇場があります。でクレジットカード会員があるんですね。そうすると先行で抽選をさせてくれるんですよ。で、第一抽選で SS 席のみと最初の初日と千秋楽っていうので、まあ、そこの抽選をしてその後終わったらそれ以降の S 席から AB 席っていうのを抽選してもらうんですけれども、はい、それでもじゃあ友の会に入ってる歴がもう長いとか？でもブロンズなんですよ、私。ブロンズとかあるんだ。一応グレードがあって宝塚ってもう全部囲ってくるんですね。もうテレビ番組もあるし雑誌もあるし、定期購読するとポイントがどんどん貯まるし、グッズ DVD とかで買うとポイントも貯まっていくし、でそれでダイヤモンドプラチナみたいなこうよくある会員があるんですけど、私一番下のブロンズ下っ端ですね。でも SS4 列当たるんだ。4列当たりました。すごちょっと SS4 列のもうね凄さを。唾が浴びれる可能性があるんですよ。それはもう本当にじゃあ真ん前の4列目みたいなことなんですか？そうですそうです。舞台がここにあって、でここにオーケストラがいて、で銀鏡っていうところがあって、まあ、ここを渡ってくれるとこう布がひらひらってマントとかがなびくんですよ。そうすると香るんですよ。それがそうなんかね、動乱の匂いがこう、いや俺もそんな経験したことないけどね、そんな4列なんてのは。でそれはそう目線がこうガン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 来るっていう目線っていうのはこう視線を配ってくれるんですよ。やっぱり決めポーズとかなりなんなり時にお客さんたちの方に向かって、まあ、特定で見てるわけではないと思うんですけど、目があったっていう感じで。でもね、俺もやっぱ視線欲しいからちょっとこれ明るめの服で行くのを心がけてますね。いいですね。男性珍しいですからね。そうなのよ。でこのルックでステージにいるのってもう多分すげえ演者さんからしてみたら目立つと思うのよ。なんか珍獣がいるってそういう視線感じるもん俺。珍獣だっていう。いいなってそういう時いいなってちょっと男性思いますよ。でもあれ多分ね、みんなね、あの視線俺だってみんな思ってるよね。みんな思ってる。みんな思ってる。あと結構オペラグラスとか2階席とかからでもこうずっと誰か特定を追ってると、あの子ちょっと追ってるなってこう分かるらしいんですよ。あれ分かるよね。からその時にちょっとそっち向いてバチーンってやってくれるんで。まあ俺は娘さん役派なんだけど、あんまりスポット浴びてないそのちょっと脇のところで小演技みたいなのしてる人のお気に入りを見つけるのが好きなんだけど、あんまりこうロックオンしてガン見しすぎてて、なんかちょっと戸惑ってる感じの空気を感じたこともあるから、ちょっとこれロックオンしすぎだったかなと思ったり。
そうきっとまだ新人さんですそうそうそうでもね進本行当に美しい方がいらっしゃるのでそうなんですよね。なんかもうなし崩し的にいきなりハイレベルの宝塚の話から入ったけど宝塚の俺個人の見方楽しみ方としては、まあ、劇場に行ける機会なんて貴重だから、劇場に行った時はもう全体感をつかもうとせずにもうディテールをオペラグラスで双眼鏡で楽しむ。後でブルーレイ化されたりするから、でもブルーレイ化された時ってやっぱりその中央のトップさん主役級のストーリーに関係あるところがやっぱりクローズアップされるから、そうでないそのフレームの中に収まらない脇の方で演技してるその子たちをこう見てお気に入りをこう見つけ、僕花組ひいきなんですけど、はい、花組にはいるんですよ。初音ゆめちゃんっていうもう素晴らしく笑顔の素敵な方がいらっしゃるんですけども、その方をこうガン見してストーリー的なものも耳で追う。で後でブルーレイを買ってほうなるほどっていう見てるっていう楽しみ方をやっぱしますかね。素晴らしい推し活ですね。やっぱりそのディテールはその生でしか見れないんですそうですね。ね。宝塚に一つ文句言いたいことがあるとすればそのねもうちょっとねメディアの活動に力を入れてほしいんですよ。単純に言うともうブルーレイ化をもっと進めてほしいんですよ。最近でこそブルーレイで出るんですけど、長らくね DVD の期間が長くて、これ DVD じゃなくてブルーレイの解像度で見たいなっていう。だから最近はブルーレイ化されてるんですけども、その僕が特にハマってた頃の昔の映像とかやっぱりないのでDVD 画質でしか、あれをねもうなんとか早くリマスター復刻してほしいなと。なんぼでもお金出すんで宝塚の方よろしくお願いします。お手紙ですね。ちゃんとメールこれはねもちゃんと書いて。そうなんですよね。僕もね初音ゆめちゃんからなんかそのお礼状みたいなやつもらうにはどうすればいいんだろうなって、その辺僕ど素人なんで、ファンレター書けばいいんですよ。そうなんですよね。そうなんですよ。ファンレター書けばいいんですよ。それ僕ツイッターでどうすればいいんだろうって言ったらファンレター書けばいいんですよってユーザーの方に教えていただいてちょっと書こうかなと。はい、大劇場に当てて、大劇場当てにね。はい、やればちゃんとお返事返ってくると思います。そうですよね。はい、私もなんつうかそんなたくさんじゃないですけど書いたことが。お茶会とか行きますか？お茶会行きます。おお茶会とはお茶会っていうのがあるんですよ。